しゃい。はいよ、はや。ありがとう。はや。です。何時ぐらい？4時ぐらい。人の見るとでかーと思う。いや、一緒なので、一緒なの全然。いらっしゃいませ。天ぷら3種で。どのぐらいか知らんの。明太釜バター大とかけ大。明太釜バター大。やった。びっくりしちゃった。デブスさんの讃岐うどんの特徴をちょっと改めて教えていただきたいんですけど。讃岐うどんの特徴ですね。麺はですね、もちもちでコシがある感じです。豪麺って言われるタイプの固め寄りというか、そんな感じですね。で、出汁は讃岐うどんの伝統のそのいりこ出汁ベースで、あとはちょっと居酒屋風に改良してますね。ちょっと違う出汁というか、昆布入れたり椎茸、あと節系を入れてますね。鰹節だったりとかを、はい、東京寄りにしているというか、そんな感じですね。はい、人気メニューはですね、うどんの出汁使ってる揚げ出し豆腐、あとはエビマヨ、あと天ぷらの盛り合わせとかになりますね。で、うどんだったら肉うどんと明太釜バターとか、ちょっと他にはあんまりないんで、明太釜バターはそれは結構頼まれますね。肉うどんはかけだしベースですね。はい。あれは塩水ですか？塩水入れることによって茹で上がりとかがちょっと早くなるというか、茹でた時に熱と塩をこう交換してどんどんこう火が入っていく感じなんです。で、ちょっと時期とかによって水分量と塩分量とか変わるんで、暑い時期に水分量が多いともうべちゃべちゃな麺になっちゃうんで、で冬になると水分量が少なすぎるともうカッチカチになっちゃうんで、その時期をこう見ながらちょっと水分量と塩分量を変えていってますね。じゃあ今うどん踏むコツとかあるんですか？踏むコツはもう一生懸命踏むですね。
結構疲れるですこれ。あ、ですよね。はい。何分ぐらい踏むんですか？この硬さにもよるんですけど、その時の状態によるんで20分ぐらいじゃないですかね。20分30分ぐらいかな大体。多分最初の頃の伸び具合と多分だいぶ変わってきてるはずですね。最初結構横に結構ビヨーンって長くなってたんですけど、今もう踏んでも反発してもう踏めなくなってくるんですよね。でその折る方向も最初こう折って踏んでいったら次こっちからで踏んでまたこっちからっていうのでどんどん層ができていく感じですね。この1回くるくるしたので100回踏んで、でまたくるくる100回踏んだ後くるくるして100回ぐらい踏んで、でもう伸びなくなってきたり硬くなってきたらここからまた熟成させて、3日後に使ってますね。終わりました。踏み立てとかこれを今使ったら結構硬いです。めちゃめちゃこう硬いんで、それのなんかもちもちさこうむにゅって感じを出すのが熟成させるとむにゅっとした感じが出るんで、最後はもう空気が触れないようにちゃんと空気抜いてこれで完成ですね。これが3日後に使えるうどんですね。だいたい2時間寝かせて踏み作業があって、それから3日寝かせて切りやすいサイズに切ってこう菊練りって言って、その場でまた3日間これ放置するとまたこの反発がなくなるんですよ。でそれでまた菊練りをすると反発が戻って、でそれでまた使い始める感じですね。よいしょ。え？レバーペーストです。上の端目のこれはどういう？これも菊練りみたいな感じで、ここでまた弾力を持たすのが上です。であとここに通るサイズになったら、あとはここで厚さですね。こっちはもうどんどんこのうどんのこの厚さを決めていって、その厚さになったらあとはこっちで厚さはこっちで決めて、こっちは切る幅をこのダイヤルで決めれます。があるから明日来ないよっていうのは倍言われる。進行してる。多分。お待たせしました。おろし醤油ですね。どうぞ。ありますよ。
ヒアリングが今一つ。揚げだし豆腐一つ。新菜炒め。出されたそうです。アジほら1個早く選ばないともらえないよ。ありがとうわ。じゃあね、わち。じゃあね。いい。ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまです。いらっしゃい。おはよう。ありがとう。おはよう。何時ぐらい？4時ぐらい。いらっしゃいませ。天ぷら3種で。どのぐらいか知らんの。明太釜バター大とかけ大。びっくりしちゃった。はい、しょさん。なめろう。あれはわかんなきゃいいか。何何？エビマヨです。マジのちゃん。人の見るとでかーと思う。いや一緒の飲んでる。一緒の飲んでる。なめろう。ありがとう、いただきます。ありがとう。やらせです。大正解。ありがとうございました。もしよろしければお口直しどうぞ。ありがとうございありがとうございま。ますす。またお願いします。ありがとうありがとうございます。ございました。失礼します。ありがとうございました。お気をつけて。